月22日、都内の映画館でこの春に放送開始するテレビアニメの完成披露試写会が行われました。アニメのタイトルはエンジェルビーツ。4月からの放送を間近に控え、さまざまな専門誌で特集が組まれるなど大きな期待が寄せられている作品です。一体どんなアニメなのでしょうか。まず作画のクオリティに驚きましたね。最近のアニメの中でもクオリティがすごい高いなっていう。クオリティの高い美しい映像。バトルシーンとライブシーンがとても面白かったです。ライブシーンもそうなんですけど、戦闘シーンのクオリティが相当高くて、想像をはるかに超えて、ライブシーンもかっこよかったし、戦闘シーンもものすごい迫力があってめちゃくちゃ面白かったですね。臨場感あふれるライブシーン、スピーディーで迫力あるバトルシーン。天使とかの関係もすごい気になるので、そこをちょっと今後期待したいです。天使が一人なんか佇んでるシーンがなんか寂しげな感じっていうか、これからどうなるのかなっていう感じですごく印象的でした。そして神に抗う少女と天使との戦い。何なんだよお前らは。俺を巻き込むなよ。私はあなたの味方よ。私は天使なんかじゃないわ。順応性を高めなさい。あるがままを受け止めるの。病院なんてないわよ。どうして？みんな死んでるから。歴史的ゲームを数多く手掛けたシナリオライター前田純全話脚本によるオリジナルアニメ。ついに放送が迫る話題作エンジェルビーツの魅力を徹底解剖。前田さんの作品がすごい好きで、それが見るきっかけだった。前田さんなんですごい期待してます。前田さんの影響力っていうのは自分の中でやはりすごい大きいもので、やっぱさすが前田さんなんだなっていうちょっと感心しました。エンジェルビーツが注目と期待を集める大きな要因の一つが原作脚本を務める前田純の存在です。美少女ゲームブランドキーのシナリオライターとしてこれまで自身が企画脚本を務めた作品を3作世に送り出してきました。そのどれもが高い評価を得ており、3作合計でおよそ100万本という驚異的な売り上げを誇っています。第1作目は2000年に発売されたエアー。ひと夏の少年少女の恋愛劇にファンタジー要素を絡めたアドベンチャーゲーム。前田の描く感動に特化したシナリオが多くのファンから支持を集めました。第2作目は2004年に発売されたクラナド。不良として知られる主人公と彼を取り巻くヒロインたちとの交流と成長の物語を描き、後日談が描かれたスピンオフ作品も制作されました。第3作目は2007年に発売されたリトルバスターズ。友情をテーマに描かれた美少女ゲームの枠にとどまらない前田の緻密なストーリーテリングはキーブランドへの人気をより強固なものへと高めました。感動を呼ぶシナリオで泣きゲーと呼ばれるジャンルを確立し、多くのファンから支持される前田純の素顔とは。最初本当にそのキーの立ち上げ時っていうのは自分がキーのメインライターじゃなくてサブライター的な立ち位置だったので、とにかくそれまでのメインライターがすごい才能を持った天才だったんですよ、俺から言わせれば。彼が書くものはみんなの心を捉えたし感動させて泣かせたし、でも自分の書くシナリオは、せいぜい笑わせるぐらいだったものだったんですけども、とにかく彼の背中を追いかけて、とにかく自分は調べ尽くしたんですよ。一体何が受けているのかとか、一体どうしたら彼みたいなシナリオが書けるのかとか、もう本当に勉強して努力の毎日で、天才肌的にね言われるんですけどね結構努力してるんですよ。本当に綿密にかなりそういういちいちアンケートはがきとかの評価とかも全部見て、何をしたらダメなんだとかいうのを
常に学んで次に生かすみたいな風に作品作りを続けてきてますし、はい、もう自分のやりたいことをそういうなんか厚顔無知で分からないやつらは別に分からなくてもいいとか、そういう作り方やっちゃうと絶対にもう求心力が一気に失ってファンっていうのはいなくなっちゃうと思うんで、もうそれはもう芸術作品ではないんで、アーティストでもないので、その辺はちゃんと真摯にお客さんの声っていうのを常に受け止めて、ひたすらもう改善って努力でここまで来ました。全てはユーザーのために。そんな思いで紡がれる前田の独特の世界観は、ゲームファンのみならず幅広い人たちに愛されています。最後らへんとか感動できていいです。友達同士との人間関係の友情であったり親子関係っていうとこですかね。泣ける要素は多分盛りだくさんだと思います。風子の消えちゃうかみたいなところとか、渚の家族愛を描いたところとかが感動しました。前田作品は業界内にもファンが多いことで知られています。これまで数多くの特集を組んで前田作品を追いかけ続けてきた電撃ジーズマガジンの中辻さんもその一人です。たくさんソフト、その PC ゲームがある中で前田さんがどれだけ特別かというと、前田さんやキーが作った PC ゲームは爆笑できて、なおかつ泣ける、そう思って買ってプレイするのに、普通はもう心構えができてるんでなかなか普通笑ったり泣けたりできないと思うんですよ。でもそんなお客さん相手でも爆笑させられて泣かせられちゃうっていうところに、買った人たちはすごいこうカタストロフを感じるというか、満足感を得るんだと思います。圧倒的な世界観で歴史的なゲームを作り上げてきた前田純が、ゲームシナリオではなくアニメーションという新たなステージで紡ぎ出すのがエンジェルビーツなのです。目が覚めた？ここはどこだ？ようこそ死んでたまるか戦線へ。何らかの理由で最後を遂げた少年音無は、死後の世界の学校でユリと名乗る少女と出会います。彼女は神に反逆する死んだ世界戦線のリーダーで、天使と日夜激戦を繰り広げているのだというのです。謎に包まれた舞台設定は第1話にして壮大な前田ワールドを感じさせます。しかしその緻密な世界が組み上がるまでには長い道のりがありました。リトルバスターズっていうゲームを作った後に、もう完全にやっぱりお客さんが求めてるものは、その自分たちがその作ったと言われているそういう泣きゲーっていう、泣けるゲーム、感動できるゲームっていうの